AI でドローン国家資格の模擬試験を作ってみたパート2。 FAA ってね、これはですね、日本のルールじゃないんですね。そもそもすごいですね。なんか緯度経度の問題が出てきました。デフォルトだとね、リサーチした結果ってパブリックになっちゃうんですね。さあ、今回の真打ち登場ということで、チャット GPT4.5 ですね。今日初めてちゃんと形式が注文通りになってるのが出てきたんですけど、ちゃんと ABC になってますね。AI でドローン国家資格の模擬試験を作ってみたパート2ということで、こんにちは、ニレコムです。前回ですね、無人航空機操縦士学科試験の試験問題ですね。初心者の皆さんがこれからドローンの国家資格の学科試験を受けようっていう時に、やっぱり模擬試験があった方がいいですよねっていうことで、それを AI で作らせようっていう試みですね。前回やってみましたと。前回は、6社ですね。6社14種類の AI でやってみたんですけれども、結構興味深い結果が出ました。必ずしもチャット GPT ディープリサーチあたりの、あるいは O1 だったらベストかっていうと、そういうわけでもありませんでした。今回第2弾ということで、やろうとした大きなきっかけとしては、オープン AI のチャット GPT のついにですね、4.5がですね、私が契約しているプラスモデルですね、でも使えるようになったので、ぜひですね、チャット GPT-4 オートの大きな違い、あるいは O3 ミニハイとの違いを見てみたいなって思ったのが1点と。で、それ以外にですね、前回、ジェンスパークのミックスチャーオブエージェンツっていうサービスを使ってみたんですけど、ジェンスパークにもちゃんとディープリサーチがあるので、これもやっぱり試してみたいっていうのが1点。あとですね、グロック X というか、正確には XAI 社ですかね、が開発している AI モデルのグロック3ですね。で、こちらの、ノーマルモードって言えばいいんですかね。を使ってみたんですけれども、実はですね、やりようによっては、ちゃんと無償プランっていうか、課金しなくても、シンクであったり、ディープサーチであったり、他社と一緒ですね。推論ができたり、いろいろ幅を広げてサーチをしたりとか、そういう機能が実は使えるようなので、そちらも合わせて比較してみようというのが今回の動画になります。で、前回からですね、実はちょっとミレコムのカメラの写りが変わったんじゃないのかなと思いますけれども、前回はですね、iPhone 15 Pro Max ですね、を使っていたんですけれども、今回このカメラは DJI Osmo Pocket 3ですね。ジンバルがついて1インチセンサーのカメラに交換しています。なんかね、プレビューです。前回一回試してみたときは、あんまり違わないかなと思ったんですけど、プレビューでいろいろ試していると、やっぱりこっちの方がですね、キメが細かく、中間調が綺麗に再現できるかなと思ったんで、こっちを今回は選択してみました。まずルールの説明からですけれども、前回からプロンプトはまず変わっていません。ご覧の通りでですね、いわゆる通称教則と呼ばれている無人航空機の飛行の安全に関する教則で、最新版の第4版に基づいて出題しますと。AI のモデルによっては、添付はできるけど、検索にはいけないものもあれば、検索はできるけど、添付ができないものなど、いろいろ条件が異なりますので、できるだけ公平にするために、この第4版の PDF を添付できる限りは添付するし、ウェブに検索しに行くオプションがあるのであれば、できるだけオンにするようにしています。で、できるだけ実際の問題に即した同じ形式で、厳密に用語を正確に使って、いろいろなジャンルからまんべんなく出題してくださいということですね。評価基準も大きくは変わっていないんですけれども、一個だけですね、前回のパート1を取ってみて、ちょっと追加というか、観点を2つに分けた方がいいかなと思っているものが
あります。もともと、ここにリアルな設問っていうのがあるんですけれども、要は形式が正しいかっていうのと、中身がリアルかっていうのを込み込みでここで判断しちゃっていたんですけれども、意外にもですね、前回13の AI モデルの中で12個がですね、形式を間違えていて、選択肢が4つのやつがオンパレードで出てきちゃったんで、これはちょっとまずいなと思いまして、形式が合ってるかどうかっていう観点を追加しました。リアルな設問って呼ばれているここは、あくまで中身を見て実際に試験に出そうな設問かどうかっていうのを純粋に判断しますということですね。形式に関しては、これは教則というよりかは、国土交通省のサイトに実際出てるんですけれども、出してみますかね。これは国土交通省の一等の学科試験のサンプル問題なんですけれども、ここに形式ですね。三子択一式。これね、前回もどうやって読むのって感じだったんですけど、要するに3択だってことですね。実際の試験問題のサンプル問題の中にも A、B、C とこういう3択問題になっていますが、ここが前回AI モデルの大半がですね、4択で出しちゃってたと。こういうわけですね。今回の基準としては、あくまでこの指定された形式で、つまり三子択一式で、かつ選択肢が A、B、C で始まることっていう項目を、分離、独立させました。これは前回の、採点シートなんですけれども、正しい設問とリアルな設問と引っ掛け設問と最新情報の、4つしかありませんでしたと。で、ここにですね、新しい形式っていうのを追加します。で、これが今回の新しい採点表になります。見ていただいての通りで、形式っていうところが増えていて、ここで独立して三子択一式かどうかっていうのを判断した結果を書くようになっています。ご覧の通りで、前回グロック3のノーマルだけが正しい A、B、C の3択で、あと全滅だったんですね。で、リアルな設問のところで一緒くたでカウントしていたので、結果、オールゼロみたいになっちゃっていて、あんまりここの欄が意味なかったんですけれども、ちゃんと中身を見るところは、これはこれで残しておきつつ、形式は形式でも見るというふうに分けました。で、配点に関しては、重み付けっていう、ここでちょっと計算してるんですけど、形式と、ちょっと隠れちゃったね。形式と正しい設問のこの2つですね。正しい設問の2つは、重み付けを増やしてます。ここの採点が、1に対して、重み付けを2を与えるということで、例えば形式が合ってれば2点っていうことなんですけど、正しい設問に関しては3点満点だとすると、実際のスコアの計算の時は2倍して足すということですね。ですので、例題としてパープレクシティディープリサーチのところが、正しい設問が3問あったとすると、得点としては6足されるということになります。はい。この新しい形式で今後はやっていきたいと思います。そして今回ですね、新しく評価しようとしている AI モデルは、この青で色を塗ってある合計5つの AI モデルになります。やっぱりね、チャット GPT4.5 は多分真打ちだと思うので、これは一番最後に楽しみは取っておこうということですね。はい。なので、今回は Grok3 のシンクモードからやっていきたいと思います。前回 Grok3 を試したときは、ご覧のようにですね、まずテキストのプロンプトをペタンと貼った上で、添付ファイルで、ルールに、今回のテストのルールに従って、添付ファイルで、教則の第4版のPDF をですね、ペタッと貼り付けた、アタッチしたんですけど、この状態でね、ノーマルの
AI モデルでも同じなんですけど、例えばシンクですね、推論させようとしてこれでドーンってやると、現在のサブスクリプションレベルでは利用できませんというふうにエラーが出ちゃいますと。で、私これ、ちょっとですね、早合点してしまって、そもそも推論機能が有料課金しなければできないのかなと思ってたんですけど、実はそういうことじゃなかったんですね。実はですね、ミソは別のところにありまして、もう一回ね、こうやってプロンプト貼るでしょ。で、このシンクですよね。シンクモードをオンにするでしょ。で、この添付をね、するためにアップグレードしなくてはいけないということみたいなんですね。少なくとも挙動から見るとそうなっていて、で、じゃあ添付なしにして、シンクオンの状態で、これでドーンってやると、ほら、ちゃんとね、ほらほらほら、ちゃんと動いてくれるんですよ。というのでですね、晴れて、有料課金するところまではちょっとモチベーションがいってないので、無償でできる範囲で、シンクとディープリサーチと、もといディープサーチですね、グロックの場合は、と試してみました。早速ですね、グロック3の、これはシンクモードですね、の結果を見ていきたいと思います。シンキングした時間は1分9秒ですね。ちょっと先に中身を見てみましょう。さっきちょっとちらっと見えていた通りで、途中の思考過程が英語になるっていうのは、OpenAI のチャット GPT でも時々見られる現象ではありますが、用語は一等無人航空機操縦士とかね、無人航空機の飛行の安全に関する催促とかね、この辺は対応関係は保たれたまま考えてはくれているようです。で、試験問題があれだね。模擬試験の問題が英語で書かれてそれを日本語にしましたって感じかなだと思います。えらい長いね。リスクアセスメント、そうですね。合計3問あって、この後でご紹介する日本語版の試験問題で元は英語で考えてるということですね。肝心なキーワードは日本語で対応関係取れてたんですけど、詳細のところが一回英語で考えることで崩れないかなというのが、ちょっとね、心配ではあります。ちょっとこれ畳んで見てみましょう。はい。以下に無人航空機の飛行の安全に関する教則に基づいた一等無人航空機操縦士学科試験の模擬試験問題を3つ作成しました。はいはい。それぞれ異なる試験項目から出題し、合ってます？一つは計算問題を含みます。はい。指示した通りですね。そして解き方、正解がちゃんと明記してくださいということですね。で、引っ掛け問題をちゃんと盛り込むようにということですが、ちょっと気になるのがですね、結局、教則の具体的な本文が提供されていないとしてるんですね。さっき、無償プランで先に通すために添付を諦めたんですけれども、で、グロックの場合は、ウェブに検索しに行くボタンがないんですね、最初から。だが、グロックの得意なところって、自動的にそのツイートであったりとか、見に行ってくれて最新の情報を取り入れてくれるはずなので、そっちに期待してますと。さあ、実際の問題がどうかなんですけれども、まず、問題1がですね、これは、高度に関する問題ですね。制限されていない区域で特別な許可なしに無人航空機が飛行できる最大高度は次のうちどれですかとあるんですけれども、で、正解が150となっていて、一瞬合ってそうに見えるんですけど、これは NG ですね。なぜかというと、無人航空機は150メーター未満のところを飛ばなくてはいけないので、無人航空機が飛行できる最大高度は150メーターって言っちゃうと、150メーターギリギリのところを飛んでも OK になっちゃうんですけど、これはアウトのはずです。という意味で、
ロジカルに、教則に正しく沿ってないし、リアルでもないということで、これはアウトですね。次、計算問題ですが、いやー、前回に引き続いてですね、バッテリーの問題が多いって感じなんですけど、そもそもバッテリーの残量に関する問題は一律 NG ですので、これはもう解説するまでもないですね。このね、ミリアンペアアワーをミリアンペアで割って時間を計算して、理想的にね、常に一定のペースでバッテリーが減っていくならそうですけど、実際には途中で寒いところを飛んじゃって消費が激しくなったりとか、スピードを上げたりしてもバッテリー消費は変わりますし、一定で減るはずがないんですよね。っていう意味だとこれは NG です。実際計算問題でそういうのが公式として提示されていないので、これも教則にのっとってはいないし、リアルでもないと。はい、次。運航上のリスク管理ですね。これは、ギリギリ OK だと思っていまして、無人航空機の運航において飛行前にリスク評価を行う主な目的は次のうちどれですかということで、正解は潜在的な危険を特定し軽減するということですね。確認のために第4版の教則を見てみたんですけれども、確かにね、無人航空機の飛行にあたってリスク評価とその結果に基づく軽減策の検討は安全確保上非常に重要であるとなっているので、あってはいる。ちょっとすっきりしないけどね、こちらの記述通りに言い回しを揃えてほしいけれども、ロジカルには合ってる。リアルかっていうと残念というふうにここは評価しました。あと言い忘れましたが、形式に関しても選択肢が4つ出てきちゃってるので、形式ポイントは入らないということですね。A、B、C っていうこの選択肢のナンバリングの仕方は合ってるんですけどね。はい。そうしますと、まずですね、ここですね。グロック3のシンクの採点としましては、形式は正しくないので0。正しい設問としては最後の1個だけ。リアルな設問も最後の1個だけ。引っ掛けはない。最新情報としてはリスクに関する分野が出題されているので1ということですね。トータルで4点とさせていただきました。決してノーマルからシンクになったことでめちゃめちゃ点数が跳ね上がったかというと、そういうわけでもなかったですね。はい。以上、グロック3のシンクモードでした。さあ、続きまして、グロック3のディープサーチモードですね。について評価していきたいと思います。実際にですね、もう問題は作成してもらっていて、合計ですね、ディープサーチくんは3分20秒、29件のソースですね。の数の情報源を当たってくれております。でね、この思考の過程がね、ちょっとチラ見した感じ、なかなか面白かったので、ちょっとですね、追っかけていきたいんですけど、最初ね、教科書にアクセスできないので、無人航空機飛行の安全に関する規則じゃなくて教則なんだけどな、なんか単語がすでになまってきてるというか正確さを失ってる。ここ教則だったりしますし、ここは第一級操縦士じゃなくて第一種操縦士ですね。で、理論試験じゃなくて学科試験ですね。なんかこの辺がすでに適当になってる感があります。で、一旦英語にして Rules for the Safety of Unmanned Aircraft Fourth Edition。うん。英語に直して考えるのは一旦良しとして、あれですね、検索してちょっと見切れてるな。FAA ってね、これはですね、日本のルールじゃないんですね、そもそも FAA ね。ちょっとまずい流れだなぁと思っていたら、そこはディープサーチ君が気がついたようで、
ドキュメントは日本のドローン規制に関連しているようだが、米連邦航空局 FAA の結果が返ってきたというので、分かっちゃいるみたいですね。で、ユーザーの質問は日本語で、教科書も日本語版である可能性が高いと。この辺結構ね、他の AI モデルもそうなんですけど、英語で聞いたら英語のカルチャーに関する答えが返ってくるし、日本語で聞いたら日本語前提になることって結構あると思うんですけれども、ここでもですね、ちゃんと日本語で聞いてきたんで、日本の無人航空機に関するっていう、注釈がなくても、バイデフォルトで日本語のコンテキストでもう一回探し直そうとしてますね。MLITGOJP はこれは正しいですね。これは国土交通省のサイトでして、そこから教則を持ってきている。これなんだ？英語で無人航空機の一般的な規則を提供している英語版を読んだのか。なるほど。検索中のなんか44点なんだって感じなんですけど、なぜ単語が、なるほどね。多分、フォースエディション第4版の、英語に訳した時に中途半端に数字の4だけ生き残ったんだと思うんですけど、それで検索したら数字の4を引いてみたり、4度、4度 C とか変なとこ検索しに行ったけど、それは違うっていうので、自分でまた、自分でまた軌道修正して戻ってくればいいんですけどね。まだ特定の教科書が見つからないともがいております。この辺は用語はちょっと不正確なところもありますが、流れとしては、おかしくはないですかね。はい。3番目の問題は安全手順とか、この辺方針を立てて、それに合わせて掘り下げをしようとしているんですが、出ました。3番目の問題は、計算問題としてバッテリー寿命に関する出題を考えると言われているので、こっから、あれですね、多分大半の他の AI モデルも、よっぽどね、これ、バッテリーの計算やりやすいんでしょうね。一発割っちゃえば済むだろうっていうことなので、はい、安直にバッテリールートなので、多分この3番目の問題は作られても、そもそもリアルじゃないというのでアウトになりそうです。で、計算問題ね。こりゃなんだ。これすごいですね。飛行経路が緊急対応攻撃を横切るか判断するため、座標を比較している。北限はここで、南限がここでっていう、すごいですね。なんか、緯度経度の問題が出てきました。ちなみに、実際の無人航空機の学科試験にはこういった出題は絶対出ません。座標に関する問題っていうのはないですね。コメントが難しいですね、これ。どここれ横切ってるんですかって感じですけれども、なんか嫌な予感がしてまいりました。で、座標をいろいろこねくり回して、飛行高度500メートルが緊急対応空域の高度範囲に内にあると確認したって言ってるんですけど、そもそも無人航空機自体が高度150メーター未満しか飛べないので、ここを掘っても仕方なかろうという流れです。という感じで、つらつらと、まだね、教科書がないって言ってますね。そんなに探すの大変かなって感じなんですけど、ちなみにこの単語で検索していただければ、一発で第4版の PDF は出てきます。実際に、そうね、いくつか AI モデルでは正確にこれを添付はできなくても、ちゃんとウェブに探しに行って入手した AI モデルも実際にあります。人口密集市街地っていう表現はしないですね。人口集中地区なので DID の正しい日本語訳はね。なので用語が正確じゃないとかなんか怪しい雰囲気がどんどんディープサーチくん垂れ込めております。選択肢 D の説明って言ってるので選択肢すでに3つじゃないのでこの辺も外す可能性が高いです。詳細のログがここに残ってるんですけど実際の箇条書きで見た時の流れがここにあってですね、スクロールができないが、
とにかくですね、この最終確認中、あ、そうそうそう、最終確認中、最終確認を継続中みたいなところで、なかなかですね、これ無限ループに入っちゃったんじゃないのっていうぐらい、延々と最終調整を繰り返して、ようやくこの終了までたどり着きましたと。実際の回答がこちらになりますが、直接回答ってなんだ？やっぱり日本語のね、なんか正確性が少したまにおかしいかなっていう感じはします。で、ポイントの説明とかは採点の基準に入れてないので、実際の問題いきますかね。詳細な調査ノート。第1問。カテゴリーはいらないですね。問題1。無人航空機の登録に関する次の記述のうち正しいものはどれか。で、この中だと、重量が 100g 以上の無人航空機は登録が必要であるということなんですが、B 自体はね、ここにある通りで、無人航空機とは重量が 100g 以上のものを対象としているという定義があります。で、100g を切ってるものって無人航空機とは呼ばないんですね、そもそもね。それを頭に入れて、このですね、もう一個の選択肢、これを見ると、すべての無人航空機は重量に関わらず登録が必要であると言ってるんですけど、無人航空機自体がそもそも下と一緒ですね。重量が 100g 以上の機体ですので、そもそもこれで言うと、すべての無人航空機は重量に関わらず登録が必要なんですね。そういう意味だと、実は A も正解になっちゃうので、この問題自体は正しくはないと。正解が2つ出てきちゃうので、ダメですってことですね。次、禁止空域。無人航空機の禁止空域とされるものはどれか。答え、人口密集地区。人口集中地区ですね。なので、用語としても適切ではないし、じゃあ DID って絶対飛ばせないのかっていうと、そんなことはなくてですね、国土交通省に申請をすればですね、特定飛行のうちの1形態ということで認められるはずなんですね。なので、禁止されてるわけではない。何が何でもダメってわけではない。というので、用語も教則に沿ってるわけでもないので、これも残念ながら得点にはならずということですね。次、出ましたね。ナビゲーションと位置決定ってことで、これは一体どこ飛ばしてんのって感じですけど、この点 A から点 B まで飛ばすと、はい。そもそも緯度経度でこういった計算問題って出ないので、例えばですね、もっと定性的な質問として、ジオフェンスをある、こっから先に飛ばしちゃいけませんよっていうエリアに対して、ジオフェンスを設定するとかね。そういう言葉遣いで、このエリアに関する問題が出ることもありますし、緊急対応区域っていうか、緊急用務区域ですよね。用語ね。緊急用務区域に関する出題も時々見受けられるんですけれども、こういった座標ベースの出題にはならないので、これもアウトということですね。はい。ディープサーチの採点になりますけれども、登録禁止空域、そして座標ですね。に関する問題でしたが、いずれも、まず形式が違ってるので0点。正しい設問でもないですし、リアルな設問でもないので0点。引っ掛けもないし、リスクに関する出題、他の AI モデルで取り入れてるものもあるんですけど、ここではそういうのは出てこなかったので0点ということで、オールゼロということになりました。やっぱりね、ディープサーチの敗因としては、本当の教則の第4版ですね、を結局のところ、過程をね、さっき見ての通りで、引っ張ってこれないまま結論出しに行っちゃったところにあってですね、FAA のサイトに一回寄り道しちゃって、日本語で聞かれてるので、これは違うよねって軌道修正しようとしたところまでは合ってるんですけど、
実際問題ね、教則を添付できない場合でも、ウェブに見に行って正しい答えを出している AI モデルもあるので、ここはですね、フェアに0点ということになりました。さあ、続きましては、ジェーンスパークのディープリサーチになります。同じようにですね、問題をここに貼りました。で、さっきやってみたところ、添付はできなかったですね。できませんでしたし、ディープリサーチって言ってるぐらいだから、ウェブに見に行く機能は自動的にオンになってるんだろうけど、なんかそのオンオフするスイッチ自体はなかったです。面白いんで、リサーチプランのところまでで一旦止めてあるんですけれども、最初に教則の内容をしっかり理解する必要がありますと。で、この辺は大丈夫そうですかね。設問の文脈に沿って少なくとも1問は計算問題にします。で、回答プロセス整理して他の設問がなぜ誤りなのかを説明し、誤りではないが、最も正解に近い選択肢を設計することも考慮します。ちょっとここは気になりますかね。学術論文を見に行っちゃうと、下手にマニアックすぎる問題が出てきちゃうので、ここは直したいですし、あとは、そうですね。ここだけちょっと直しましょうか。学術論文を見に行く必要はない。あくまで教則第4版に忠実に実際の学科試験に出題されるであろう模擬試験問題を作成してほしい。難易度も含めて実際の試験に合わせてほしい。これぐらいですかね。単語が揺れちゃうとまずいので、学科試験としておきますか。はい。これで行ってみましょう。ドン。さあ、シンキング開始ってことで、これはちょっとリアルタイムにね、どんな感じで思考しているのかを追っかけていきたいと思います。相変わらずね、英語で考えてるのは変わらずですね。そのまんま変更を加えたコメントのまま次に行くのかなと思ったら、リサーチプランの修正案が出てきまして、何が変わったかというと、この辺ですかね。学科試験の難易度に合うように調整してくださいと。実践的な理解を進めることとか、ちょっと軌道修正されましたね。一旦これで OK っていうので、それとね、ちょっと気になったんですけど、デフォルトだとね、リサーチした結果ってパブリックになっちゃうんですね。ちょっとここは落とし穴かもしれなくて、ディープリサーチに、やんないと思いますけど、個人情報であったりとか、機密情報を入れちゃうとまずいということですね。きちんとここプライベートリサーチに切り替えてからリサーチを開始することをお勧めします。じゃあリサーチ開始。タスクが実行中で通常20分、30分かかります。うわぁ。途中で情報収集しているものを軽く見てみてるんですが、まず、教則第4版の情報を取りに行こうとしています。いわゆる一般的な試験制度について紹介しているサイトもあれば、これは実際の国土交通省のページでして、そしてこの PDF は確かに第4版の教則なので、ここで正しい教則にはたどり着いてはいます。だがですね、これなんだですがね、この辺のこれじゃないね。FAA とか、米国航空宇宙局ですかね。米国の情報が混じってきて、これも違うし、これも違う。要は、英語で書かれた他国の US のルールを混じって解釈しないかなっていうのがまずここでは気になります。で、内容を分析したまとめとしてはそんなにおかしくはない。次に模擬試験の作成ステップに行きまして、サンプル問題取りに行くのは良いのだけど、
なんか、国土交通省の方じゃなくて、民間のサイトの方を見に行っちゃって、少し問題形式が正確じゃないのを引っ張ってきているので、それがノイズにならないかなというのが気になります。資格の試験問題。見に行ってるものの傾向はね、そんなに間違ってない。まあ、模擬試験の内容、コンテンツをいろいろ集めてるんだろうから、この辺まではいいんですけども、やっぱり FAA が混じってるのがちょっと引っかかる。で、異なる科目から出そうとしていて、回答と選択肢の説明、測量司法から引っ張ってきてるんだけど、これもなんかノイズが入ってきてますね。測量司法試験とかね。どういう検索でこうなったんだろうって感じですけれども、一番上のこれはいいんですけどね。ただ、2等と1等がやっぱり混じってたりするので、ちょっとノイジーな感じですし、相変わらず FA が混じっている状態ですと。で、ドラフトレポートっていうのが、これは仮で作ったやつがこうだってことかな。第4版の内容の把握としては、まあそんなにおかしくはないかなと思いますし、用語の整理、計算方法とか、まあおおむね変にノイズが入りそうになってた割には、正しい日本における国土交通省における教則の内容に沿った理解をしていそうです。で、これドラフトリポートだから、これは信じなくていいの？仮の段階で見てみると、離陸時の必要離陸速度計算。揚力係数、翼面積。そういう問題は出ないですね。まあ確かに、揚力に関する計算は出てくるんですけど、翼面積がとか、こういう公式は出てこないのでリアルじゃないですね。行政処分。飛行自粛要請区域。単語が正確じゃない。リスク管理。気象条件は飛行計画に大きな影響を及ぼし、安全確保に直結するため、これはまあ、あってはいますね。ただ、相変わらず選択肢が4つ出てきちゃってるので、そういう意味だと形式はダメですと。で、正解の選定とか、ここは最後にこう整理してるのかな。最終回答ではないんですね。で、ここで、面白いね。こっからミクシャーログエージェンツに行って、ちょっと待って、いきなり結論が出ましたね。さっき開こうとしていたところを戻ると、エージェントの組み合わせによる草案報告のチャレンジ。なんか悩んでますね。ユーザーの要求に対するコンテンツのギャップ、具体的な例題の数が不足している、ユーザーは3問の試験問題を求めているが、現行のコンテンツには実際に示されているのは計算を含む一例題のみであり、おそらく検索したものの中に計算問題が1問だけ見つかったけれども、いや、そんなことはなくてですね、巷のドローンに関するサイトを見れば、計算以外の出題も出てるんですね。さっき引いてきてた中にもあったんで、これはあれですね、検索不足なんだけど、その情報不足なのにどうしろというのだという悩みをチャット GPT-4o にぶつけてますね。これはどうだ？クロード3.5ソネットにやっぱり同じようなこと聞いてますね。揚力計算。ここは、あれですね。立ち止まって考えるっていう意味だと、さっきの揚力計算の問題は、公式にはない計算式だったので、それをダブルチェックしに行こうとしていくのは、まあ、動きとして人間っぽいというかね。ここは、動きとしてはまあいいと思います。正しい軌道に戻そうとしている。ジェミンにも具体的な質問と回答が見つからないと言っている。なるほど。で、コンテンツギャップ問題で悩んだ。さあ、いよいよ最終レポートですね。提示されましたので、これを見ていきたいと思います。で、これクリックすればいいのかな？完全ガイドです。もっと見る。ドン。来た。
インスピレーションと洞察から生成されました69ソースから以下に60本程度で読破できる内容を目指した専門家による一等無人航空機操縦士学科試験模擬試験問題作成のための完全ガイドを示します。いや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 、リサーチに聞いちゃったのが悪かったかもしれないんですけど、問題作成の手引きを作ってほしいんじゃなくて、問題を作ってくれればよかったんですね。ので、なんか、ちょっと期待するのと違う偉い冗長なものができちゃいましたね。まあ試験問題があってりゃいいんですけどね。計算問題の具体的な作成例、やっぱり、あれですね、途中のドラフトの時に出てきていた、揚力の教則の中には入ってこない計算式を使っちゃってるので、これは NG でしょ。で、その他の出題例もそのまま使っちゃってて、飛行自粛要請空域っていう単語自体は確かにここに教則に書いてあるんですけれども、他にどんなとこ書いてるのかな。はあはあはあ。飛行前に確認しなさいと。飛行自粛要請空域に関する記述はないかあるかっていうとあるんですけれども、どの法令に基づいて行政処分が行われるのか正しいものを挙げなさい。第4版3の1。これはなかなか悩ましいですけど、飛行禁止区域の管理主体に基づく正解だから答えが航空法各論って言ってるんですけれども、まあ確かに国土交通省が発行している、航空法に基づいた、教則ですので、そういう意味だと合ってるんだろうけど、どの法令に基づいて行政処分が行われるのかという出題自体が出ないと思います。探してみたんですけど、この管理主体っていう単語では存在しなくてですね、これ邪魔かな。飛行自粛要請空域っていう単語自体は教則の中に載ってるんですけれども、だからといって、どの法令に基づいて行政処分が行われるのかっていうことは書いてはいないんですね。ので、これは問題自体がもっともらしそうに見えて、これは書いてないんで NG ですかね。次、運航上のリスク管理。気象条件の評価が重要とされる理由は何か。正解は気象条件は飛行計画に大きな影響を及ぼして安全確保に直結するためと。この中では B、合ってはいます。が、この例題っていうね、なんとなくこう長いレポートの中で、試しに出すとしたらこんな感じみたいな、このトーンがそもそも形式としてダメですし、選択肢が4つあるのも NG ですね。で、いきなりまとめに行っちゃった。計算問題では、間違った公式を引っ張ってきちゃってますし、根本的に、あれですね。やっぱり、文字通りレポートを作る、ディープリサーチレポートを作るための機能で、無理やり試験問題を考えさせてしまったので、長いレポートを作ろうとしているジェーンスパーク君と私の意図が思いっきしずれちゃったということですね。ジェーンスパークディープリサーチの結果になりますけれども、まずですね、長いレポート形式で、かつ選択肢も4つだったので、形式としては全然ダメでしたと。で、正しい設問に関しては、リスク評価の一環で気象条件の設問、これだけが正しかったです。で、リスク管理は第4版で新しい分野なので、最新情報でもあると。あとは、リアルでも何でもないということで、トータルでは3点となりました。ジェーンスパークね、ミックスチャー・オブ・エージェンツの結果が非常に良かったので、結構期待したんですけれども、ディープリサーチでは大きく外した結果となりました。さあ、今回の真打ち登場ということで、チャット GPT4.5 ですね。こちらをやっていきたいと思います。同じようにプロンプトを貼りまして、で、さっき気がついたんですが、
検索と添付は同時にはできません。チャット GPT4.5 の場合はですけどね。そこで、採点の方も2つに分けてですね、検索をオンにした場合と、ほらね、添付できないでしょ？で、これをオフにすると添付がこうできるということなんですけど、なので、2回やります。検索オンの状態でまずやってみます。推論型ではないので、そんなに多分時間はかからないはずですね。もう端的に来るね。問題1ですけれども、無人航空機に関する規則。航空法上の規制として正しいものを一つ選びなさい。この中だと、人口集中地区の中であっても、昼間であれば無許可で飛行できる。そんなことはない。地表または水面から150メートル以上の高さであっても、他の航空機が飛行していなければ許可なく行える。そんなことはない。許可が必要です。さあ、で、夜間の飛行を行う場合、国土交通大臣の許可が必要である。正しい。ということで、C で合ってますね。形式も A、B、C。今日初めてちゃんと形式が注文通りになってるのが出てきたんですけど、ちゃんと A、B、C になってますね。やっぱりね、AI モデルによってちゃんと世界観の理解をしてくれるというのか、ベーシックなところちゃんと合わせてくれる AI モデルはちゃんと合わせてくれるということですね。同じプロンプトであってもね。はい。で、次ですね。計算問題。これはなんだ？翼面積が2平方メートル。これね、ジェーンスパークのディープリサーチと同じような罠に入っていて、同じ形式で来ちゃいましたね。この公式はないんですけどね。はい。あまりにもですね、翼面積に関する公式、この公式を押してくる AI モデルが多いので、もしかして私が知らないだけで、第4版にこれ追加されたのかなと思って、一応ですね、嘘言っちゃいけないんで、確認してみたんですけど、公式の種類と数は変わっていませんでした。この辺ね、揚力に関する計算はあるんですけど、あくまで、機体重量と釣り合ってるとかっていう意味で、ここが等しかったりね。あと、空気密度と飛行速度との間に対してどういう関係があるかとか、そういう計算でしたら、前からこの教則の中には含まれているんですけれども、残念ながら、こういった翼面積に関する問題っていうのは存在しませんので、これは正しくもないし、リアルでもないということで、ここは0点ですね。次。これは教則見ないとわかんないね。問題3なんですけれども、リスク管理に関して適切なものを一つ選びなさいとなっています。正解は、ここでは、リスク評価は運行ごとに適切に行い、必要に応じて見直すべきであると指定しているんですが、定性的には合ってそうに思えるんですけど、ちょっとね、引っかかるところがありまして、つまり教則に照らして、確かにね、運行ごとに適切に行う必要性に関しては、毎回要は条件が飛行計画作るときに、例えば、日時であったりとかね、経路であったりとか、いろんな条件でリスク評価は変わりうるので、その評価とリスク軽減策立てることっていうのは、これは必要ですと。ただね、定期的に見直すべきであるとか、必要に応じて見直すべきであるとか、見直しの頻度、タイミングみたいなのは、これね、結構評価が分かれると思うんですけど、必要に応じて見直すべきであるっていう、この後半の下りはね、かかり受けの関係がっていうかね、運行ごとに適切に行って見直すべきであるとか、要はですね、見直しに関する言及っていうのが、教則の中を見ても、明示的に書かれてないんですね。運行ごとに適切に行うべきであるって
そのまま終わりにしておけばよかったのに、必要に応じて見直すべきっていう記述があることで、この選択肢が本当に教則にのっとってるかっていうと、ちょっとこうグレーになってしまいますと。という意味で、結構ギリギリのところですけど、ここは違うかなというふうにさせていただきました。私が見落としてる可能性がなくもないので、そう、ちゃんとここに書いてあるよっていうことであれば、ぜひですね、コメント欄にこれは書いていただければ、私の今後の正確な理解につながりまして、非常に助かります。一旦ここでは正しくないということで0点としておきます。はい。採点結果ですけれども、まずですね、GPT4.5 形式が ABC の3択式になってるっていう意味では正しかったので、ここは1です。偉いですね。他の AI モデルで0点の中、超大前提を理解しております。ですが、正しい設問は最初の1個だけでしたし、リアルな設問も最初の1個だけ、引っ掛けはなかったです。リスク管理のからの出題は、正しくないにせよ、あるはあった。ということで、合計6点とさせていただきました。推論に関する O1 とかね、O3 右ハイと比べると、やっぱりちょっと低めかなと、こういっためちゃめちゃこうロジカルにこう詰めていかなきゃいけないやつだと、もう一つ点数が上がりきらないけれども、形式に関する理解は、おそらくね、なんかこういった、なんかこう広い意味のこう世界観みたいなね、ところの理解は4.5は多分得意なんじゃないのかなという体感を持っています。はい、今日のラストですが、GPT4.5 の今度はですね、添付のみをやるパターンで行ってみたいと思います。添付ファイルがオンになってると、検索は無効になるので、ウェブに見に行くことはできなくなります。では、ドン。さあ、どうだ？なんか考えている。大丈夫か？教則がね、長いからね、ちょっと読み込ませるのに時間がかかるかもしれません。なんだ？ドローンイグザムモック。なんだこれ？これはどういう状態ですかね？お、来た来た来た。うお。ずいぶんゆっくり出てきましたが、あれですね、コードを書いたりするときに、時々このモードにクロード3.5とか3.7ソネットとかも、コードを見ながらコメントも書けるモードですかね。ちょっと私のウィンドウをどこに逃がしゃいいんだろうって今思ってるんですが、こっちに一旦移動しておきますが、設問がね、左肩に出ていまして、はい、サマリーというかね、チャットの流れは左側にあり、実際に生成された問題は右側に出てきております。少し拡大した方が読みやすいですかね。さあ行ってみましょう。第1問。航空法に基づき、無人航空機を飛行させる際に必要な立ち入り管理措置に関する記述として最も適切なものを選びなさい。なんかあれだね、箇条書きじゃなくなったというか、改行がなくなっちゃって、せっかく GPT4.5 ね、世界観理解してるって褒めたところなんですけど、4択になっちゃいました。選択肢の中では、はい。立ち入り管理措置の定義はここに書いてありまして、確かにですね、関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板、コーンによる表示、補助者による監視及び口頭警告などが該当するということで、そうですね。第三者が立ち入れない区画を明示する、コーンや標識を設置する。この選択肢であってはいますね。ちなみに、選択肢、4つあっちゃいけないんですけど、この D の飛行経路にフェンスを設置しっていうのは、これは、立ち入り禁止の時に、そういう手段は使うかもしれないが、
ここで問われているのは立ち入り管理措置なので、この A で合ってはいます。次、高度0メートルの地点で飛行可能な回転翼航空機が高度3000メートル。3000メートルの地点で同じ重量を維持したままホバリングをする場合、プロペラの回転角速度は高度0メートルの時の何倍が必要か。最も近い値を選べ。ということですが、教則に、あれだね、高度3000メートルの話が、確か、こっから持ってきたのか。なるほど。これですね。高度3000メートルでの空気密度は高度0メートルに比べると0.74倍になる。まあね。正解が B だっていうこと自体はあってはいます。0.74分の1、全体ルートにした状態ですね。で、1.16倍っていうこと自体は合ってるけど、なのでロジカルには正しいが、リアリティは足りない。なぜなら、実際の出題では、この空気密度が0.74倍になるっていうのが、ここの解説じゃなくて、計算問題のこの、本文中ですね、の中に入ってなきゃいけないので、そこがちょっと惜しいですね。はい。次。無人航空機マルチローターの機体特性として最も適切なものを選べ、機体外周に配置されたローターを高速回転させ、垂直離着陸やホバリングが可能である。C は合っている。D はどうかね。ローターの直径が大きくなり、空力的に効率よく揚力を得られる。これは別に、この解説だとヘリコプター型の特徴って書いてるけど、いや、別にドローンであっても、要は、ローターをでっかくすれば、それだけ効率よくなるはなるので、D もドローンに関しても正解ですね。選択肢、他のやつで言えば、長時間の飛行が可能っていうのは、これはですね、ドローンは逆に高速、まあそうですね、長時間の飛行には向いてないっていう意味で、この選択肢は A は違います。B の水平離着陸に広いエリアが必要で滑走路が必要になる。これもドローンに関する特徴ではないので違いますと。なので、正解としては C と D になっちゃうんですよね。なので、ロジカルには正しくないということになります。いい線いってたんですけどね。残念です。はい。採点に関してはですね、まず、形式は A、B、C、D で選択肢4つあるので違いますと。正しい設問は2個だったんですけど、さっきご説明した理由で、1個ちょっとリアルかっていうと、マイナス点なので1個になりますと。で、引っ掛けに関しては、立ち入り管理措置と立ち入り禁止との違いを引っ掛けに来るような問題が、意図して作ったんじゃなさそうですけど、結果入ってるので、1とさせていただきました。結果、6点ですね。ちょっとデコボコしてるけど、検索でやっても、添付でやっても、あんまりチャット GPT4.5 に関しては大きな差はなかったということですね。はい。そういうわけでですね、今日の新しく試した AI モデルのまとめなんですけれども、Grok 3の Think モードですね、と Deep Search ですね。これ2つは意外と振るわなかったです。そもそも、あれですね、正しい4班の情報を取ってくるのに苦労していた感じがします。もしかしたら課金して、そうね、課金して添付ができるようになるというなら、間違いなく4班の PDF はロードされるので、もうちょっとマシな結果が出るかもしれません。あと、まだ Grok 3ってベータなんで、なんでしょうね。日本語おかしくはないんですけど、もう一つこなれてないかなという気がしました。スムーズに、なんか目に入ってこないというのかな。チャット GPT のね、各シリーズで書かれる日本語って、もうほとんど読んでて違和感がないというか、
これどういう意味みたいなのはあんまり出てこないんですけど、ちょっとグロック3はまだ日本語こなれてない。もしかしたら英語だとスムーズなのかもしれないなと思いました。次、ジェーンスパークディープリサーチですね。これは、ミクスチャーオブエージェンツの方が全然良かったなっていうことで、ディープリサーチにしたらもっといい結果が出るかと思いきや、思考の流れ途中まではね、良かったんですけど、結構惑わされて正しい問題が出てこないまま迷走して終わったなと。そもそもディープリサーチの思考時間が結構長かったので、なんか迷走してんなっていう感じはしてました。最後、チャット GPT4.5 ですけれども、検索と添付ですね、両方やってみましたが、あまり変わりませんでした。そもそも、チャット GPT4.5 っていうのは、推論に特化した方じゃなくて、EQ って心の知能指数ですね、が上がったっていうふうに言われているので、どっちかっていうと、メンタルな内容であったりとかの方が得意なのかもしれません。で、こういった、もうなんかロジックでね、書かれてある内容からリズメで詰めていくような問題向きじゃないんだろうなと思いつつ、LLM として結構でかくなってですね、知識ベース、ハルシネーションが少ないと言われているので、ちょっと期待したんですけど、結果としては、よくよく見たら、チャット GPT-4o の方が、まぐれかもしれないんですけど、正しい設問が多かったなっていうことで、あんまり振るわずということで、上位陣、トータルの点数で見た時の上位 AI モデルの顔ぶれに食い込むことは最後までどれも今日新しく試した AI モデルはできませんでした。はい。ということで簡単ですが、パート2ということで AI で国家試験の試験問題を作ってみたシリーズをお送りしました。面白かったらぜひですね、いいね評価と、皆さん忘れないでくださいね。いいね評価と、チャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録者をですね、増やしていこうキャンペーン、個人的にはやってましてですね、ぜひドローンに関する情報を継続してほしいなと思っているそこのあなた、そして AI に関してですね、AI どうやって使っていけばいいのかなっていうふうに、どの AI モデルがいいのかなっていうふうに思っているそこのあなた、両方のニーズに応えたいなと思っておりますので、ぜひですね、チャンネル登録していただけると本人のモチベーション向上にもつながります。はい。ということで、ニレコムでした。ありがとうございました。